必要なものだという前提で、考えてほしいですね。個別にちゃんとカスタマイズすることが逆に言うと一番僕は平等だと思うんですよ。そんな意図はなかったんだけど、今責任回避を助長するルールになっちゃってるのこれみたいな。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もよろしくお願いします。お願いします。今ですね、ちょうど僕が管理職の立場なんですけど、部下のマネジメント用の社内ルールみたいなのをちょうど作ってる最中なんですよ。なのでこのタイミングでちょっと重い社長にアドバイスというか教えていただきたいんですけども、こういうルールだけは作ってしまうと社員の不満が溜まって離職につながるよみたいな、会社の最悪なルール、これだけはちょっと作らない方がいいよみたいなのをちょっといくつか参考までに教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。わかりました。前提として、はい、ルールっていうのは基本的に必要ですし、ないとやっぱりダメなものなので、ルールっていうとすごい嫌がる人もいますけど、でももしですよ、交通ルールなかったらとんでもないことになりますよね。間違いない。その辺で事故ばっかり起こって大変なことになりますよね。やっぱなきゃいけないんですよ。必要なものだという前提で、考えてほしいですね。その上でちょっとこれのルールは作んない方がいいよ、不満たまるよみたいな。不満たまるかどうかはちょっとあれですけど、とにかく会社がだからよりいい方向に行かない、結果が出ないっていう、出るか出ないかみたいな論点でいくんですけど、僕ね一番やっぱり良くないと思うのは、平等を過剰に追求するようなルール設計。明確にこのルールとかはないんですけど、平等みたいな、ちょっと行き過ぎたルール、みんなが平等にってやりすぎるルールはちょっとダメだと思いますね。競争させないってことですか？だから例えば仕事量を不平不満がないように平等にします。例えばできる人とできない人がいるから、できる人は3時間で終わるのにできない人は8時間かかります。じゃあそれどっちに合わせんのみたいな。じゃあこの人3時間で帰っていいのみたいな。でそれも不平不満が出るんで8時間いてください。何するのじゃあ。だって仕事量もうやっちゃったよみたいな。究極こんなことありえますよね。確かに。僕3割の人だったらやめますよ。3時間で終わる人だったら。それ報酬も平等ってことですか？報酬もだから平等言い過ぎて、本当の意味で平等、例えば全部仕事量も同じにするんで全部給料40万円ですって言われたら、そうなるんですよね。それも良くないと思うんですよね。とにかくだから平等を過剰に追求するルールで、平等の行き先が間違ってる。僕からしたら3時間で終わる人も8時間で終わる人もある意味同じ仕事をやったっていう平等なんだけど、できるんだから別にその人が求めたらとか、むしろ逆に時間があるんだから仕事を割り振る。これはある意味個別にちゃんとカスタマイズすることが逆に言うと一番僕は平等だと思うんですよ。だってその人に応じたみたいな話だから。だけど全員 HH ですみたいな、何かしらね、っていうのはできる人のモチベーション下げますよね。確かに。できない人に合わせるってできる人からしたら結構苦痛ですよ。できない人はできる人に合わすこともできないし、成果主義みたいなのは絶対失われますよね。やった分だけ損するんだからっていうやっぱ概念になりがちですよ。報酬は同じでもいいかもしれないと思うんですよ、別に、僕的には。でも賞与とか、業績手当みたいなのがあったらやっぱそれはちょっと変えた方がいいと思うんですよ。平等を過剰に追求するルール、これは確かにそうですね。全体の生産性も下がっていく気がしますし、ありがとうございます。あと何かございますでしょうか？これも言い方難しいですけど、責任を逃れることを助長するルールみたいなのはなるべくない方がいいですね。赤信号があるときはみんなで渡りましょう。要はね、赤信号をみんなで渡れば怖くないって話ですよ。集団心理的な話。みんなで決めたんだから誰の責任でもないよね。みたいな。なるほど。みんなで決めるんだから次みんな集まるのは1ヶ月後みたいな。何言ってんだなみたいな。そもそもみんなで決めるっていうことには意味があるからみんなで決めるんですよね。責任を回避、誰も責任を取らないようにするためのルールみたいなのはやっぱ良くないですよね。結果的にね、機械損失とかね、競争力は低下しますよね。なるほど。ありがとうございます。
あとなんか思い浮かぶものだったりしますか？業務に関係ない非効率的なルールってたまにあるじゃないですか。これをやっぱ変えないことが良くないと思うんですよね。変えることに複雑すぎるルール。いらないですね。前に入ってた経営者団体で、はいすごいいいところいっぱいあるんですけど、はい。ここだけすごい消せなかったのが、ルールを変えることにルールがすごいあるんですよ。へ意味はわかるんですよ。100% 否定ではないんですけど、ルールを変えることにルールがあって、それがややこしくて変えるのを断念するみたいな。なんだこれみたいな。結構でも会社でそういうことありますよね。本来は、そのルールって必要だし、あった方が、要は目標に達成するのに、あった方がいいから作るわけですよ。だけれども、ちょっと時代の進み具合で、そぐわないものが出てくるんですよね。そのルール自体誰が作ったんだっつっても、いやいや30年前はこのルールでよかったんだみたいなこともあるわけですよ。それはそれでいいんですけど、でも時代が変わってるんだから変えなきゃいけないのに、変えることにめちゃめちゃそれも労力が割かれるんだと、みんなやりたくなっちゃうんですよ、やっぱね。いや、間違いない。変える労力よりも、もうめんどくさいこのルールを通すことの方が楽だから、しょうがないか、北西けど、これが最悪ですよね。これはちょっとバランスを取らないといけないですね。なるほどね。ありがとうございます。あとはなんだろうな、ルールを変えるための複雑なルールとかが、これ全部応用できますけど、あと強いて言うならば、結局、経済活動上会社としては、成果ではなくプロセスを強化するルールみたいなのがあったらやめた方がいいかなと思うんですよね。ルールじゃない場合も多いかもしれないですけど、あくまでも評価は成果であると。プロセスももちろん大事ですし、僕は結構プロセスエコノミー的な考え方好きだし、重要だとは思うんですけど、でもプロセスを評価しちゃうと、今度成果出さなくてもいいってなっちゃうから、確かに。それこそ例で言ったら、どれだけ長く働いたかみたいな。これ何ですかみたいな話なんですよ。本当は結果だから。それこそビジネスマンで言ったら、結果を出したことよりも時間働いた方が給料もらえますよとか評価されますよってなったらおかしくなりますよね。本来。いや、そうですね。確かに。だとしたら仕事をゆっくりやってどれだけ長時間働けるかとかを目指すようになっちゃうんで、極端な例ですけど、こういうようなのが尊重されるルールになっちゃうとおかしくなっちゃうんで、一歩間違えると結構気をつけなきゃいけないルールだってあるんで。成果ではなくプロセスを評価するルール。こういうルールとかって策定してる企業とかってあるんですかね？これがっていうのはなかなか言えないですけど、でもやっぱありますよね。ありますか？規定規則ルールとか、社内のなんかこう暗黙のルールとか、絶対あると思うんですよね。僕らもありますもん。普段関わってない事業のこうとあるところに、話をしてたら、なんでそんなことになってんのみたいな。どういうことって言ったら、いや、でも今こういうルールがあるんですよ。はぁみたいな。ルール消しちゃえみたいな。正式な会社のルールとしてないし、部社内でなんとなく作ったルールでしょ。じゃあいつ消してもいいじゃんみたいな。やめちまえよみたいなこと結構あるんですよ。時間が経つと、当時必要だったルールもとか、こういう目的であったルールも今はいらないみたいなことが結構あるから、それが変換されて、そんな意図はなかったんだけど、今、責任回避を受賞するルールになっちゃってんな、これみたいな。リスクありますよ。例えばなんかね、すべての書類は紙で保管しなければならないみたいなよくわかんないルール。これも本当になんで紙で保管しなきゃいけないのかっていう意味もあったわけですよ、昔はね。今は、じゃあその目的って紙じゃなくても達成できますよね。ってなったら、このルールは変えなきゃいけないですよね。でもこのルールが残っちゃってるみたいなことも要はあるじゃないですか。ありますね、あります。例えば昔で言うならば、決算関係の書類を法律として何年間紙で保存しなきゃいけない。何年間保存しなきゃいけないって、例えばルールがあったとして、法があったとして、で会社の中でそれを元に規定作ったら、当然その時代紙しかないから、紙で保管しなければならないって、たまたま書いちゃったみたいな。今の時代だって法律的にも別に電子帳票になったのに、会社の規定変わってないから、会社の規定は紙で保管しなければならないってなってます。変えちゃっていいわけですよね。法に沿ってこれ作ったわけだから、たまたま入っちゃっただけだから。こんなの会社でこう決められてるからっつって、継続してやってる会社とかはあると思うんですよ。なるほど。いや、すごく的確なご意見、アドバイスありがとうございます。会社にとって最悪なルールというか、社員が辞めちゃったりとか、
結果が出なくなったりとかって、そういう意味で最悪なルールは、労働の意味を履き違えたり、過剰に追求したりするようなルールとか、責任回避を助長するようなルール、ルールを変えるためにの複雑なルールとか、成果ではなくてプロセスを評価するようなルールとか、そういうのがあったらやっぱやめた方がいいなと思います。本当に最後言ったように、そういった意味で作ったものではなかったとしても、時代が変わると、そういう趣旨になっちゃってるルールもあるので、はい。適正にやっぱ見直していくことは必要かなと思います。はい。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。